こんにちは、近藤紀官です。先週の土曜日から配信を始めています。第3次世界大戦はすでに始まっているのかシリーズ続編です。今回は第5章戦争を拡大させる勢力からです。陰謀のように思えるかもしれませんが、今回の戦争を拡大させたい勢力は堂々としておりますので、それ自体を隠しておりません。よろしければチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をお願いします。それでは第2部第5章戦争を拡大させる勢力から開始です。前章ではロシア、中国、イランがなぜ米国中心の秩序に対して接近するのかを見てきました。しかし第3次世界大戦の危険を考える上でもう一つ見落としてはならない視点があります。それは戦争を止めたい勢力だけでなく、戦争の拡大を望む勢力も存在するということです。米国政府全体が第3次世界大戦を望んでいるとは考えにくいでしょう。米国にとっても長期戦は軍事力、財政、国内世論、同盟関係を消耗させます。しかし中東には戦争の拡大をむしろ自国の利益と見る勢力が存在します。その中心にあるのがイスラエルの強硬派です。イスラエルにとってイランは単なる敵対国家ではありません。核開発、弾道ミサイル、ヒズボラや新イラン勢力への支援を通じてイスラエルの国家存続そのものを脅かす存在です。そのためイスラエル強硬派にとってイラン体制の弱体化あるいは崩壊は長年追求してきた戦略目標であると考えられます。しかしイスラエルが望んでいるのは単にイラン体制の崩壊だけではない可能性があります。その背後にはより大きな歴史観、宗教観、そして領土観が存在します。いわゆる大イスラエル構想、あるいはグレートシオニズムと呼ばれる思想です。これはイスラエル国家の安全保障を現在の国境内だけで完結させるのではなく、周辺地域に対する軍事的優位、影響圏の拡大、そして聖書的土地観と結びつけて考える発想です。ネタニヤフ政権の一部にはこのような大イスラエル的な発想に親和的な勢力が存在すると見られます。そのためイラン戦争は単に核開発を止めるための戦争ではなく、イスラエルが中東全体の戦略環境を作り変えるための戦争として位置づけられている可能性があります。イラン、ヒズボラ、シリア、イラクの新イラン勢力、そしてハマスを弱体化させることはイスラエルにとって安全保障上の利益であると同時に、中東における力の空白を作り出すことにもつながります。その空白を利用してイスラエルが周辺地域に対する軍事的、政治的影響力を拡大しようとするならば、これは単なる防衛戦争ではなく地域秩序の再編を狙った戦争になります。そしてこの構想は米国福音派の終末思想とも接続しやすい性質を持っています。米国福音派の一部にとって中東の戦争は単なる地政学上の危機ではありません。それは聖書的な終末観、イスラエルの存続、エルサレム、そして世界の最終的な秩序と結びついた宗教的意味を持ちます。彼らは必ずしも現実の戦争被害を望んでいるわけではありません。しかし終末が近づくこと、イスラエルが敵に囲まれること、そして最終的に神の計画が成就することを信仰上の物語として受け止める傾向があります。なぜなら彼らの一部にとってイスラエルの拡大、エルサレムの支配、周辺敵対勢力との戦争は聖書予言の成就と重ねて理解されるからです。この思想が政治と結びついた時、中東戦争の拡大は単なる失敗ではなく、むしろ歴史が進むべき方向として肯定される危険があります。つまりイスラエル強硬派の地政学的野心と米国福音派の終末思想が結びついた時、中東戦争は単なる安全保障上の危機ではなく、宗教的使命感を帯びた拡大戦争へと変質する危険があります。ここに現実主義で動く米国政府と宗教的使命感で
イスラエルを支援する支持基盤との複雑な関係が生まれます。トランプ政権が本来は短期決戦や力による抑止を施行していたとしても、支持基盤の一部がイランへの妥協を許さず、より強硬な対応を求める可能性があります。その結果、米国の政策判断は戦争を早く終わらせる方向ではなく、イラン体制を徹底的に破壊する方向へ引っ張られる可能性があります。ここで重要なのは、イスラエルと米国の利害が完全に一致しているわけではないという点です。米国にとって最も重要なのは、世界規模での軍事力の配分、ドル秩序、海上交通路、同盟網、そして国内世論です。一方で、イスラエルにとって最も重要なのは、自国周辺の敵対勢力を徹底的に弱体化させ、長期的な安全保障環境を作り変えることです。そのため、米国が停戦や限定的な戦果で満足しようとしても、イスラエル側はより深い攻撃、より長い戦争、より大きな地域再編を望む可能性があります。このズレが戦争を危険な方向へ押し広げます。米国は戦争を管理できると考える。イスラエルは戦争を利用して中東秩序を作り変えようとする。米国福音派の一部はその流れを宗教的意味を持つ出来事として支持する。この3つが重なった時、イラン戦争は単なる軍事作戦ではなくなります。それは現実政治、宗教思想、領土間、国家安全保障が絡み合う極めて危険な戦争になります。そしてこの点を見落とすと、なぜイラン戦争が停戦だけで終わらない可能性があるのかを理解できません。ただし現在イランは米国案を受け入れる方向に傾いており、イスラエル強硬派と米国福音派の一部にとっては戦争拡大の流れが一時的に止められた形になります。しかしそれは彼らの政治的宗教的圧力が消えたという意味ではありません。60日間の猶予期間中に核問題の交渉が停滞すれば、イスラエル側から再攻撃を求める圧力が再び強まる可能性があります。イランが停戦条件を拒否した場合、米国は再攻撃を検討するでしょう。しかしその時、イスラエル強硬派と米国福音派の一部が単なる再攻撃ではなく、イラン体制の徹底的な破壊と中東秩序の再編を求める可能性があります。その圧力が米国の政策判断に影響を与えれば、戦争は短期の懲罰攻撃では終わらなくなります。つまり第3次世界大戦は誰か一人の独裁者が始めるものではありません。現実主義、宗教的終末感、同盟国の安全保障、国内政治、エネルギー秩序、そして覇権維持の論理が絡み合い、誰も止められない方向へ進んでいく可能性があります。戦争を望まない国家があっても、戦争を拡大させたい勢力が存在する。戦争を早く終わらせたい政府があっても、戦争を終わらせたくない同盟国や支持基盤が存在する。この複雑さこそが現代の危機を危険にしているのです。次章では別の角度から戦争の長期化を待つ勢力を見ていきます。それがロシアと中国です。彼らは宗教的な理由で戦争拡大を望んでいるわけではありません。彼らが見ているのは米国の消耗です。イラン戦争が長期化し、湾岸地域が不安定化し、エネルギーと食料の危機が広がるとき、ロシアと中国は何を狙うのか。次章ではその思惑を考えていきます。前章では戦争を拡大させる勢力としてイスラエル強硬派、大イスラエル構想、そして米国福音派の終末思想を見てきました。しかし戦争の拡大を望む勢力は宗教的な動機を持つ勢力だけではありません。より冷徹に、より戦略的にイラン戦争の長期化を待っている勢力があります。それがロシアと中国です。ロシアと中国はイラン戦争そのものを宗教的な物語として見ているわけではありません。
彼らが見ているのは米国の消耗です。イラン戦争が長期化すれば、米国は中東に戦力を拘束されます。空母打撃機軍、強襲揚陸艦、戦闘機部隊、防空ミサイル部隊、補給艦、情報収集機、特殊部隊、これらを中東に投入すれば、その分だけ欧州、東アジア、西半球に回せる余力は低下します。ロシアにとってそれはウクライナ戦争を継続する上で有利に働きます。中国にとってそれは台湾海峡、南シナ海、第一列島線で米国の即応力を試す機会になります。つまりイラン戦争の長期化はロシアと中国にとって米国を正面から倒すのではなく、米国を複数正面で疲れさせる好機なのです。特に重要なのはエネルギーです。湾岸地域全体が戦争に巻き込まれれば、原油と天然ガスの輸出は大きく滞ります。ホルムズ海峡の緊張が高まれば、世界のエネルギー市場は一気に不安定化します。その結果、資金力も備蓄もない国々は化石燃料を十分に確保できなくなる可能性があります。この混乱こそロシアと中国が待っている展開である可能性があります。ロシアはエネルギー輸出国です。中東の供給が不安定化すれば、ロシア産エネルギーの戦略的価値は高まります。制裁下にあってもエネルギーを必要とする国は必ず出てきます。そして中国は世界最大級の製造業国家であり、同時に巨大なエネルギー輸入国でもあります。中国にとって中東の不安定化はリスクですが、同時に米国中心の海上交通路とドル秩序を揺さぶる材料にもなります。ここでイランの原油が重要になります。イランは空爆再開に備え、掘削済み原油の保管場所を必死に確保しようとしている可能性があります。その場合、ロシアがカスピ海経由でイランを支援し、原油の一時保管、輸送、迂回取引に関与する可能性があります。もしロシアがイラン原油の一時的な保管や処理を支援できるのであれば、イランは米国とイスラエルの圧力に対してかなり長期間抵抗を続ける可能性があります。しかし問題は原油の保管場所ではなく、油田そのものが攻撃対象になるかどうかです。仮に空爆再開後、米軍とイスラエル軍がイランの油田そのものを攻撃し始めた場合、それは単なる軍事施設攻撃ではありません。イランを原油輸出国として機能できない状態に追い込み、現体制の崩壊だけでなく国家再建そのものを長期的に困難にする攻撃です。その場合、イランが再び原油を輸出できる国家に戻るまで5年以上を要する可能性があり、国家経済と社会基盤の再建にも長い時間が必要になります。つまり油田そのものへの空爆は、米国とイスラエルがイランを一時的に抑え込む段階を超え、イランという国家の戦略的能力を根本から破壊する覚悟を固めたことを意味します。そしてその段階に入った場合、ロシアと中国が動く可能性が高まります。なぜならイランが完全に潰されれば、中東における反米勢力の重要な柱が失われ、ロシアと中国にとっても米国中心の秩序に対抗する構造が大きく崩れるからです。そのためロシアと中国はイランが完全に潰される前に、外交、経済、軍事支援、あるいは別地域での緊張拡大という形で動く可能性があります。またエネルギー不足は単に電気代や燃料価格の問題にとどまりません。燃料が不足すれば海上輸送、陸上輸送、工場稼働、農業生産のすべてに影響が出ます。さらに天然ガス不足は肥料生産を直撃します。肥料不足は食料生産の低下につながります。つまり中東戦争の長期化はエネルギー危機からサプライチェーン危機へ、そして食料危機へと連鎖する可能性があります。ここまで危機が進行すれば、世界各地で物価高、失業、食料不足、
燃料不足が同時に発生します。その結果、国家の統治能力が弱い地域では難民の増加、暴動、略奪、治安部隊との衝突が拡大する可能性があります。これは単なる中東戦争ではなく、世界秩序そのものを揺るがす消耗戦になります。ロシアと中国はこの混乱を直接作り出す必要はありません。彼らにとって重要なのは、米国が秩序維持のために消耗し、同盟国が不安を抱き、世界の資源と物流が不安定化することです。その中でロシアはエネルギーと軍事力を使って影響力を維持しようとします。中国は製造業、資源調達、金融、外交を使って米国中心ではない秩序を広げようとします。そして両国は米国が中東で拘束されている間にそれぞれの地域で有利な状況を作ろうとする可能性があります。ここで忘れてはならないのがペトロダラー体制に対する挑戦です。米国中心の国際秩序は軍事力だけで成り立っているわけではありません。ドル決済、エネルギー取引、金融制裁、国際決済網によって支えられています。特に原油取引がドルを中心に行われてきたことは、米国の金融覇権を支える重要な柱でした。しかしブリックス諸国はこのドル中心の秩序に対する不満を強めています。ロシアは制裁によってドル決済から締め出され、中国は人民元決済や独自の決済網を拡大しようとしています。イラン戦争が長期化し、原油取引が混乱すれば、各国はドル以外の決済手段や米国の制裁を回避する取引網をさらに模索する可能性があります。つまりイラン戦争の長期化は軍事的な消耗戦であると同時にドル秩序への挑戦にもつながるのです。ロシアと中国にとってこれは極めて重要です。米国の軍事力を消耗させる、米国の同盟国に不安を与える、エネルギー市場を不安定化させる、そしてドル中心の秩序に亀裂を入れる。これらが同時に進めば、米国中心の国際秩序は外側からではなく内側から揺らぎ始めます。そしてその消耗戦が長期化した場合、最も重要なのは米国の判断です。米国は食料、エネルギー、軍事力、金融力、技術力を国内に持つ国家です。極端な混乱が世界規模に広がった場合、米国は世界秩序を守る負担を引き受け続けるのではなく、自国領土と西半球の防衛を優先し、外部への関与を縮小する可能性があります。もし米国がその方向へ動けば、最も大きな打撃を受けるのは米国の同盟国です。なぜなら多くの同盟国は米国の軍事力、ドル秩序、海上交通路の保護を前提に国家運営を行ってきたからです。米国が世界の警察官としての役割から後退すれば、同盟国の安全保障は根本から揺らぎます。日本も例外ではありません。中東のエネルギーが止まり、海上交通路が不安定化し、米国が自国防衛を優先するようになれば、日本はエネルギー、安全保障、食料、産業のすべてで厳しい選択を迫られることになります。したがってイラン戦争の長期化は単にイランと米国、イスラエルの問題ではありません。それは米国中心の国際秩序がどこまで持ちこたえられるのかを試す戦争であり、ロシアと中国にとってはその秩序を内側から消耗させる好機となり得るのです。次章ではこれらの構想を踏まえた上で最終的な結論を示します。イランは米国の和平案を受け入れる方向に傾いたとみられます。しかしそれは終戦ではなく60日間の猶予です。混同期間ではこの60日間で核問題、ホルムズ海峡、原油輸出、制裁解除、イスラエルの反応、ロシアと中国の動きが再調整されると考えます。そして60日後に交渉が破綻し、
再攻撃が始まるかどうかこそが第3次世界大戦の入り口に入るかどうかを見極める最大の分岐点になると考えます。ここまで米国が力による秩序維持に戻った理由、イラン攻撃の代償、海洋国家と大陸国家の対立、ランドパワーの結集、戦争を拡大させる勢力、そして戦争の長期化を待つロシアと中国の思惑を見てきました。では結論として第3次世界大戦はすでに始まっているのでしょうか。近藤機関の答えはこうです。まだ全面戦争として始まったとは言えません。しかしその前段階はすでに始まっている可能性が高い。しかしイランが米国の和平案を受け入れる方向に傾いたことで即時の対戦化は一度先送りされた可能性が出てきました。ただしそれは平和が戻ったという意味ではありません。第3次世界大戦の発火点が60日間先送りされたと見るべきです。なぜならそれは単なる中東戦争の再開ではないからです。イランが60日間の停戦延長、ホルムズ海峡の航行再開、機雷除去、原油輸出制限の緩和、核開発計画の抑制交渉を受け入れるなら危機は一時的に凍結される可能性があります。もちろんそれで中東の対立が完全に終わるわけではありません。イラン体制、イスラエル、米国、湾岸諸国、ロシア、中国の思惑は残り続けます。しかし少なくとも戦争の連鎖は一度止まります。問題はこの60日間の交渉が破綻した場合です。60日後にイランが核問題で実質的な譲歩を拒み、イスラエルが再攻撃を選択し、米国が再び軍事力を投入する場合、戦争は再開される可能性が高いと考えます。その場合、戦争は再び中東全体へ広がる可能性があります。ホルムズ海峡、ペルシャ湾、湾岸諸国の石油施設、米軍基地、イスラエル本土、イラク、シリア、レバノン、イエメンの親イラン勢力、これらが連鎖的に戦場化すればイラン戦争はもはや一国への懲罰攻撃ではなくなります。米国、イスラエル、イラン、湾岸諸国、そして親イラン勢力を巻き込む広域戦争になります。そしてこの広域戦争をロシアと中国は見ています。彼らにとってイラン戦争の長期化は米国を消耗させる好機です。米国が中東に空母、戦闘機、防空部隊、海兵隊、補給能力を投入すればその分だけ他の地域への即応余力は低下します。その時次に注目すべき地域はキューバです。キューバは米国本土に極めて近く、冷戦期から米国の安全保障にとって特別な意味を持つ地域です。もしキューバで軍事的緊張が高まれば、それは米国にとって中東や東アジアとは全く異なる衝撃になります。なぜなら米国は遠方の戦争ではなく自国の裏庭における軍事的圧力として受け止めざるを得ないからです。仮にキューバでロシア、中国、イラン、あるいはそれらと関係する勢力の軍事的動きが確認されれば、米国は中東、欧州、東アジアに加えて西半球でも対応を迫られることになります。これは米軍の戦力分散という意味で極めて大きな意味を持ちます。特に近藤機関が注目しているのは、第7艦隊で前方展開中の空母ジョージ・ワシントンと第3艦隊海域で訓練を行いながら入港を繰り返している空母セオドア・ルーズベルトの動向です。この2隻は次に新たな戦域へ派遣される可能性が高い空母であり、どちらがどの方向へ動くかによって米軍が次に重視する作戦正面がある程度見えてくると考えられます。ジョージ・ワシントンが西太平洋で活動を強める場合、
台湾海峡や朝鮮半島方面への警戒が高まっている可能性があります。一方で、セオドア・ルーズベルトが太平洋を横断する、あるいは中東、カリブ海方面へ向かう場合、米軍が中東危機やキューバ方面の緊張拡大を重視している可能性があります。そのため、近藤機関では、この2隻の動きを、米軍の今後の作戦意図を読む重要な指標として特に注意しています。そして、キューバで軍事的緊張が高まった場合、連鎖的に他の地域でも緊張が高まる可能性があります。近藤機関が特に警戒しているのは、南北朝鮮国境線です。朝鮮半島は、米軍、韓国軍、北朝鮮軍、中国、ロシア、日本の安全保障が複雑に絡む地域です。ここで北朝鮮が砲撃、ミサイル発射、特殊部隊の浸透、限定的な軍事挑発を行えば、米国と日本、韓国は即座に対応を迫られます。しかも、朝鮮半島の緊張は、台湾有事や日本周辺の安全保障にも直結します。中東で米軍が拘束され、キューバで米国本土近傍に圧力がかかり、さらに朝鮮半島で緊張が高まる。この3つが連鎖すれば、米国は世界中の複数正面で同時に対応を迫られることになります。ここまで来れば、もはや単なる地域紛争の連続とは言えません。現代の第3次世界大戦は、第2次世界大戦のような宣戦布告型の世界大戦ではありません。複数の地域で同時に進行する分散型の世界大戦です。正規軍同士の戦闘だけではなく、代理勢力、経済封鎖、通貨秩序、海上交通路、サイバー空間、情報空間を含む総合戦です。その本質は、米国中心のシーパワー秩序を維持しようとする側と、それを崩そうとするランドパワー側の構造的対立にあります。そして、日本は、この対立から逃れることはできません。日本は、エネルギー、食料、工業原材料の多くを海上交通路に依存しています。中東が燃えれば、エネルギーが揺らぎます。台湾海峡が揺らげば、半導体と海上交通路が揺らぎます。朝鮮半島が揺らげば、日本の安全保障が直接揺らぎます。キューバで米国が拘束されれば、東アジアにおける米軍の即応余力にも影響が出ます。つまり、世界のどこかの危機は、もはや日本と無関係ではないのです。ここで日本が理解しなければならないのは、もはや、日本は危機に巻き込まれるかどうかを選べる立場にはないということです。選べるのは、備えた上で危機に直面するのか、備えないまま危機に飲み込まれるのか、その違いだけです。米国が中東、欧州、カリブ海、朝鮮半島、台湾海峡に同時に対応を迫られれば、日本周辺に投入できる米軍の余力は必ず低下します。その時、日本が自国周辺の海と空を支えられなければ、米国中心の秩序は東アジアから崩れ始めます。つまり日本に求められているのは、米国の後方にいる安全な同盟国であり続けることではありません。米国が複数正面で拘束された時にも、東アジア正面を支えられる国家になることです。第3次世界大戦が分散型の世界大戦として進行するなら、日本の役割は極めて明確です。日本は台湾海峡、東シナ海、南西諸島、朝鮮半島周辺、そして太平洋側の海上交通路を守る要石にならなければなりません。それができなければ、日本は戦わずして経済を締め上げられ、外交的選択肢を失い、最終的には他国の意思によって未来を決められる国になります。では日本はどうするべきなのでしょうか。第一に、危機を一つ一つ別々に見るのではなく、連動する構造として見る必要があります。第二に、米国だけに依存するのではなく、日本自身の防衛力、継戦能力、弾薬備蓄、エネルギー備蓄、食料安全保障を強化する必要があります。第3に、台湾、フィリピン、
オーストラリア、インド、欧州諸国など海洋秩序を守る国々との連携を強化する必要があります。第4に、情報戦、サイバー攻撃、経済的威圧、通貨秩序の変化に対して国家として備える必要があります。もはや戦争は軍隊だけが戦うものではありません。金融、資源、港湾、通信、電力、世論、選挙、メディア、サプライチェーンの全てが戦場になります。その時、日本が平和を守るために必要なのは戦争を避けたいという願望だけではありません。戦争を起こさせないだけの抑止力です。そして危機が起きた時に国家を維持できるだけの備えです。第3次世界大戦がすでに始まっているのか。近藤機関の結論は明確です。イランが米国の和平案を受け入れるなら危機は一時的に凍結される可能性があります。しかしそれは終戦ではなく60日間の猶予です。60日後に交渉が破綻し再攻撃が始まるならその時こそ第3次世界大戦の入り口に入ったと見てよい。それは米国、イスラエル、イラン、ロシア、中国、湾岸諸国、そして米国の同盟国を巻き込む連鎖的な世界戦争への入り口になるからです。日本は数年前から防衛費を増額し極めて脆弱だった弾薬類の増産をはじめ、さらに新型の長距離ミサイルなども開発してきました。現在の政権では防衛大臣が積極的に動き自衛官の処遇改善も進められています。自衛官を希望する若者も増え、ドローンに対する予算も増額され、新しい戦い方への備えも始まっています。またホルムズ海峡の危機が現実味を帯びたことで世界中がさらに不安定化する前に原油や天然ガスの調達先の多角化も進めることができました。ギリギリのタイミングではありますが、日本はある程度備えを厚くすることに成功しています。そして何より国民の意識が大きく変わり始めています。これからの日本に必要なのは開かれた海を守る覚悟です。自由な通商を守る覚悟です。そして日本自身の未来を自ら守る覚悟です。